皆さんこんにちは。今回はこの2023年8月に開催されました10thアニバーサリーツアーの US ツアーについてのまとめ的なことをつぶやかせていただきます。ワールドドミネーションについての感想が途中なのですが、タイミング的に US ツアーが一旦終わりましたので差し込ませていただきました。ロラパルーザについては前の動画で少しですがつぶやかせていただきましたので、その後の8回のワンマンオ球児について、主に瀬戸利とおまじないタイムなどでの出来事についてまとめたいと思います。情報源は主にオーディさんとホークメタルさんのツイートからになります。勝手に参照させていただきました。申し訳ございません。さらにツイートを元にして言いますので、間違っているところもあるかもしれませんが、ご了承いただけるとありがたいです。今回の US ツアーは2023年8月6日のミネアポリスを皮切りに、最後8月18日のメキシコシティまでの全8公演となります。相変わらず体育会系のノリですよね。本当にお疲れ様でしたと言いたいです。ロラパルーザを終えて、まず初日の球児が8月6日のミネアポリスになります。ストリはドミネーション、グローリー、アローン、プレイで最初の MC。それでアンリッシュ、チューズミー、さよなきどり、フロムナウオンで2回目の MC ですね。この MC でケンタッキーフライドチキンが好きだとか言ってましたよね。全公演を通して2回目の MC ではご当地のグルメや観光地を聞く感じとシャンブルズの MV を見たかという話でしたね。MC 後はマナーズ、ダイス、ヘイト、ディファレント、デイドリーミング、メモラブルで3度目の MC、おまじないタイムですね。ヘイトは基本あーちゃんのドラムイントロとベースギターソロバトルバージョンのような感じで、デイドリーミングはピアノイントロ付きが多かったようですね。公演を通じておまじないタイムでは冒頭にサイちゃんとミンチョのクエスチョンタイムがあっておまじないタイムに入るという感じでしたね。このおまじないタイムではあーちゃんがミンチョのギターを持って小本さんを盛大に邪魔する感じになってましたね。海外でもやっぱり自由にやってるなと思いました。で、最終セクションがフリーダム、アフターライフ、スクリーミング、エンドレスストーリー、ノーゴットですね。一応基本構成っぽい感じかと思いました。ツイートでこの球児に75歳で車椅子のご老人が娘さんに連れられて来られていたとのご報告がありましたが、50年ぶりぐらいのライブだとか、楽しんでおられたようですので良かったなと思うのですが、この情熱を発生させるバンドメイドってやっぱりすごいなと思いました。この球児はフル尺のファンカムが上がってましたので、当然見させていただきましたが、すごく音が良かったように思います。ミンチョ側だったので、ミンチョのギターがよく聞こえたからかもですが。それで翌々日の8月8日がデンバーですね。ストリはミネアポリスのディファレントがセンスに変わった感じですね。どうもこの球児でモッシュやサーフが発生したらしいですが、サイちゃんと小バトさんがジェスチャーで諌めてましたね。なので、ツイッターで少し論争みたいになってましたが、バンドメイドからするとやめようねって感じかと思いますので、サイちゃんと小畑さんの言うことを聞いておきましょう。で、ミネアポリスではあーちゃんに邪魔された小畑さんですが、デンバーではミンチョにやられてましたね。小畑さんの後ろでミンチョがベースを持って、あーちゃんがギター、ミサさんがドラムを叩くと、ミンチョがベースを持つと子供がギターを持ってるような感じになってましたね。やっぱりベースギターはでかいですよね。ミサさんが持ってるとしっくりくるのですが。で、ミンチョのベースもミサさんのドラムも結構うまいのが受けました。翌日の8月9日がソルトレイクシティですね。新潟の球児で隣にいたご主人様がソルトレイクシティ行くって言ってたので、行ってるんだろうな、羨ましいなと思いながらファンカムを見てました。ストリは最初の4曲は同じで、MC 後のアンリッシュがヨーロに変わってますね。アンリッシュは後半のアフターライフの代わりに入れられているので、アフターライフがなくなってヨーロになった感じですね。それで何といってもソルトレイクシティの話題といえばリトルコバトさんですよね。ゴリゴリのハードロックのライブにあんな小さな女の子が参加できるというのもすごいですよね。その女の子もピックもらえて嬉しかったみたいなツイートも上がってましたが、いや微笑ましいです。それでおまじないタイム終わりのフリーダムで小鳩さんとミンチョのスカートまくり対決があったりとか、やっぱり何が起こるかわからないのがバンドメイドの球児ですね。この翌々日の8月11日がポートランドですね。こ
こは何といってもフロアに通路があって、そこを各メンバーが演奏しながらご主人様お嬢様の間を歩くという、なかなかこれまでにない出来事があったようで羨ましすぎますね。で、瀬戸りは最初の4曲は固定ですね。1回目の MC 終わりでセンスということで順番が変わっていて、これまで小鳩曲がさよなきどりだったのがタイムに変更ですね。タイムいいですよね。今となってはなかなか聴けないんじゃないかなと思ってました。それで2回目の MC 以降はだいぶこれまでと構成が変わって、最初のマナーズは固定っぽいですが、ヨーロときてアネモネーです。ミドルテンポつながりでメモラブル、デイドリーミングと続けてダイス、ヘイトの流れで最後の MC という構成ですね。ツイートではアネモネはアメリカでは初とのことで盛り上がってましたね。おまじないタイムの前にミンチョが挨拶してる時に小鳩さんがステージ端に座ってましたが、なんか可愛い感じで良きでした。それでおまじないタイムの時にあーちゃんがバナナを持ってフロアの通路を走った後、例の一気食いです。で、なんと小鳩さんも負けずにバナナを一気食いして勝ち名乗りを上げてました。やっぱり自由ですね。で、最終セクションは固定のフリーダムで始まりますが、次はアンリッシュときて、これまでのスクリーミングに変えてドンチューテルミーでしたね。ドンチューテルミーもこの後の公演でも演奏されますが、ギターバトルバージョンが基本っぽい感じですね。曲数はこれまでより1曲多い全20曲構成になってましたね。翌日の8月12日がスポケインです。スポケインなのかスポーケンなのかとか読み方が話題になってましたね。鳥はやっぱり最初の4曲は固定で、最初の MC があって、次のセクションもタイムも含めてポートランドと同じですね。2回目の MC を挟んで、次のセクションが順番を変わりましたが、ポートランドのアネモネに変えてミラージュでしたね。これもアメリカではレアな感じでしょうか。それで恒例のダイスからヘイトとやっておまじないタイムです。おまじないタイムでは、あーちゃんのラーメントークと、会場に何ラーメンが好きか聞くとかがあって、おまじないタイムになりますが、ここでミンチョとあーちゃんが後ろで寝て、ミサさんのバスドラで起こされるという一幕がありましたね。で、あーちゃんのもえもえキュンキュン、ズッキュンバッキュンドッキュンワオが披露されました。ついにファンカムに捉えられましたね。よかったです。最終セクションはポートランドと同じですね。翌々日の8月14日がサクラメントです。ここは何といってもシャンブルズの世界初披露ですよね。しかもノーゴッドの後、お給仕終わりと思っているところで最後にやるって絶対びっくりするやつですよね。いや、超ビッグサプライズだったと思います。ここにいたかった。で、改めて瀬戸りですが、最初の4曲はやはり固定ですが、MC 挟んで次のセクションの最初がモラトリアムです。海外のご主人様お嬢様ってモラトリアム好きな人多いみたいで、大盛り上がりだったみたいですね。で、チューズミーときてタイムに変えてロッキンミーです。これで小鳩曲の代表3曲やった感じですね。で、2回目の MC 後のセクションはこれまでと同じマナーズですが、次がアネモネと少し変えてきて、ミドルテンポ曲が続いて、ダイスヘイトでおまじないタイムですね。おまじないタイムでは、ミンチョがドラム叩いたり、サイちゃんがエフェクター触ったりとか、やっぱり自由ですね。で、おまじないタイム終わりでフリーダムとなるのですが、ここでハプニングが起きてましたね。あーちゃんのイヤモニのコードが外れていて、ドラムだけ開始できなかったってやつです。でもさすが百戦錬磨のバンドメイドで、ミンチョはバッチリそれをエンタメ化するし、あーちゃんも笑顔で外れていることを見せて、前に出てきて土下座するというパフォーマンスです。バンドメイドのお給仕ってこういうハプニング込みで楽しいんですよね。それで、ドンチューテルミーの時のソロバトルを小鳩さんが自分のスマホで撮影するという信じられない自由さを発揮していて、その動画も上がってましたよね。いや、相変わらず何が起こるのか予測できないです。で、ノーゴッドで終わるかと思いきや、世界初披露のシャンブルズです。他の方もおっしゃってましたが、この曲は本当にお給仕映えする曲ですね。MV でもそうでしたが、サイちゃんの存在感というか、ボーカルがめちゃくちゃいいですね。最後の吐息というか吸ってるんですが、これは何て言うんでしょうね。も完璧です。ライブの方がいいってバンドメイドあるあるですが、この曲はまさにそんな感じがしました。しかし会場にいたご主人様お嬢様には本当に羨ましい限りです。それでアメリカ最後の公演が翌8月15日のアナハイムです。珍しく少し遅れて始まったようですね。手取りは最初4曲は結果ずっと固定でしたね。
最初の MC ではアメリカ最後のお給仕だというようなことを言ってましたね。で、次のセクションは Don't You Tell Me 始まりということで少し構成が変わっています。2回目の MC 後のセクション最初がシャンブルズです。これは日本でもやってくれそうですね。で、ミドルテンポ曲パートがあって、ダイスからヘイトで MC かと思いきやリンネです。これは嬉しかったでしょうね。会場ノリノリでしたね。しかし、ダイス、ヘイト、リンネって認知大変なんじゃないかなと思いますね。あーちゃんもですが。いや、みんな大変か。で、おまじないタイムですが、メイドニューズネットワークの方々が用意したそれぞれのカラーのサングラスを差し入れられて、みんなでかけてポーズを取るとかやってましたね。ノリが良くて最高です。あーちゃんもフロアからサングラス差し出されてるのよく気づきましたよね。で、小畑さんとドラムを叩くミサさんのヘドバン萌え萌え対決とか、もう自由すぎる感じになってましたね。次のフリーダムの演奏中も最初のうちはあーちゃんと小畑さんがサングラスかけたまま演奏するとかの神対応をやってましたね。で、そのフリーダムの時にフロアでいざこざがあったみたいで、それを笑顔でいなすサイちゃんの動画がアップされていましたね。もう貫禄を感じます。それで、その後はマナーズ、アンリッシュ、エンドレスストーリー、ノーゴットですね。同じ曲でも順番がだいぶ変わってますね。順番変わるだけでもやる方は大変かと思いますが、翌日に全然違う順番でできるなんてさすが我らのバンドメイドだと思います。お給仕終わりでサイちゃんがすぐはけずに小畑さんからピックを渡されてそれを会場に投げるという珍しいシーンもありましたね。あと私もよく見ているリアクターのローカルバンドスモークアウトの人が初めてお給仕に帰宅したようですね。お気に入りのモラトリアムはやらなかったようで残念ですが、動画も上げて最高に楽しまれていたようですので良かったです。ちなみに関係ないですが、その動画での小畑さんの英語の MC は YouTube の自動翻訳でちゃんと日本語に変換されてましたので、小畑さんの英語力ってなかなかのものなのかなと思いました。このお給仕もですが、今回の US ツアーでは結構フル尺ファン株が上がってたのでありがたい限りです。それで最後の公演が3日後の8月18日、メキシコのご主人様お嬢様にとって待ちに待ったメキシコシティですよね。メキシコってバンドメイドにとっての得意点というか、他の国とはちょっと違う熱狂的なご主人様お嬢様が多いイメージです。サイちゃんも以前質問された時にメキシコが一番すごかったみたいなこと言ってましたよね。キャパもスタンディング3500人とこれまでの倍以上となってますね。以前のメキシコの給仕でもありましたが、今回もすごい旗がいくつも作られてたようです。それで、瀬戸りは最初の4曲はこれまでと同じで、ドミネーション、グローリー、アローン、プレイですね。それで、MC で5年ぶりにメキシコ来たみたいなこと言ってましたね。で、ようこそバンドメイドの給仕へで、Don't You Tell Me, Choose Me で、次は変えてきて、さよなき祈りですね。それで、From Now On で2回目の MC です。この MC かどうか分かりませんでしたが、メキシコでのリトルコバトさんも発見されてましたね。あの群衆の中で大丈夫だったのか少し心配ですが。次のセクションがシャンブルズ始まりで、次が今回のツアーで初となるインフルエンサーでした。で、メモラブル、デイドリーミングのミドルテンポがあって、ダイスからヘイトでおまじないタイムという感じみたいです。おまじないタイムでは、ミサさんが会場から差し入れられたマスクかぶってポーズとか、マスクかぶったままもえもえキュンキュンの後ろでドラム叩くとか、ミサさんはシャイな感じですが、マスクかぶると大胆になる感じですね。何のマスクなのか私は分かりませんでしたが、なんかあーちゃんもかぶってたみたいですね。おまじないタイム明けは固定のフリーダムで、アフターライフ、アンリッシュ、エンドレスストーリーで最後ノーゴッドですね。基本アナハイムと同じで、ロッキンミがさよなき鳥に、アネモネがインフルエンサーに、マナーズがアフターライフに変わった感じですね。確かメキシコのご主人様お嬢様ってアフターライフ好きだったと思うので、これはありですね。あれブラジルでしたっけ？まあ好きでしょうからいいかな。しかしメキシコの皆さんとにかく盛り上がり方がすごかったですね。曲の間があれば好きあらばって感じで晩目コールしてるし、曲中も日本語部分も含めて歌ってましたし、やっぱりちょっと特別な感じがしました。はい。以上が10thアニバーサリーツアーの2023年8月の US ツアーのまとめ的つぶやきでした。今回のツアーでまた絶対に大きくなって帰ってきてると思いますので、9月の日本でのお給仕が楽しみです。
ということで、2023年8月の北米での10thアニバーサリーツアーについての個人的まとめでした。今回は以上です。それではまた次回。